来ました。運命の輪。自由になりたいっていうのが出てますよ。今月の願望。フール聖地です。解放されたい。自由になりたい。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。では、牡牛座の皆さん、行ってみましょう。出ましたね。それでは開けていきましょう。ちょっと寄っちゃったかな。はい。はい。はい。ワンドの3。なるほど。なるほど。で、こちらが、はい。ハイプレスです。エンペラーの逆位置です。それから、いいですね。ペンタクルスのキング。と、はい。フール。フールが出ましたね。ワンダのエース。来ました。運命の輪。あれ、前回も運命っていうキーワードを結構言ったと思うんですが、何でしょうか。で、こちらが、はい、このカードです。はい、それでは見ていきましょう。おし座の皆さんですね。はいはい。素敵なカードが出てますね、まず。運命の聖地が出てます。いいですね。なるほど、なるほど。なかなかインパクトもございます。そうですね。じゃあこちらからいきましょうか。現状がワンド6逆位置です。はい。このカードっていうのは、自分が思ってるのとちょっと違う結果が出てるとか、そういうことなんですね。思ってるのと違うみたいな。それが現状として出てますね。ちなみにこっちもそうなんですが、ワンドの逆位置、ちょっとこれも似ていて、思ってるのとちょっと違うっていうところが出てますよ。何でしょうかね。それでエンペラーがいて、それからキングがいてっていうところなんだよね。これも勝利のカードだし。だからしっかりとしたものが欲しい。安定が欲しいんだけど逆に自由も欲しいっていうところがあります。第一印象で言ってますね。それから自由になりたいっていうのが出てますよ。今月の願望。フール聖地です。解放されたい。自由になりたい。もっとね、軽くやりたいっていうのがありますね。で、今回この感じだと、この軽やかな部分をすごく望むっていうのと、一方、悪い意味じゃないんですよね。責任があるとか、何でしょう。責任がある。それから今まで積み重ねてきたものがあるのかもしれない。だからなかなかそうも動かせない。そうも変われないというところが出てます。だけど、自由になりたい。休みたいって出てます。何かあるでしょうかね。休みたい。自由になりたい。もっと自分の、好きを優先して、
生活をしたいだったりとか、人生を展開させたい、好きを優先したい、もっと軽やかにもっと自由に休みたいっていうところがまず受け取れるところであります。はい。で、今月思ってたのと違うっていうのがね、なんかあるかも。で、それっていうのは間違えないでいただきたいのが、実はね、チャンスなんですよ。最終結果で出てます。それってチャンスなんです。なんかね、やる気がなくなっちゃうっていうのも、そうですね、ヒントですね。やる気がなくなっちゃうとか、自分が思う結果じゃなかった結果が出てるだとか、あとなんか負けてるっていう風に感じたり、一見ネガティブなんですが、そういったことがあったとしたらね、そこがチャンスなんですよ。そのようにお伝えをしたいと思います。それチャンスなんですよね。なんか思うものと違うっていう感じが出てきそう。そういうカードが結構出てます。3枚出てます。だけど、それをチャンスっていうふうに捉えていくっていうのがね、今回のミソなんですね。はい。それで、例えばね、思うようにいかないっていうふうに言いましたけど、もっと言うと、このカードっていうのは、もう少し経って、時間が経ってから好転するっていうカードなんですね。時間が経ってから好転する。だから、無理やりね、なんとかしようとしちゃいそうなんですけども、流れに任せた方がいいと出てます。無理やりなんとかしようとしたりとか、無理やり勝とうとしたりとか、無理やり帳尻合わせてうまくいかせようとしてしまうところが逆にネックになるって伝えてくれてます。ね、何か当てはまることがあるでしょうか。それから流れですが、これが現状と言いましたね。ちょっとこっち置いてこれ。現状と言いました。こういう流れでできてる。なんだかやっぱりご自分自身を変えたいとか、なんか硬い部分があったとしたらそれを壊したいって思ってる方が多いんじゃないかなと思います。そういう意味でも、これ準備中のカードでもあるんですが、なんていうかな、この後にやってくるものに対して準備をしてるっていうのが、あなたの潜在意識が伝えてくれてることなんですよ。この後にやってくるもののために準備をしている、充電している。はい。でね、これが過去のところにハイプリエステスと聖地が出てます。このカードっていうのはものすごいちゃんとした人のカードなんですね。常識的で几帳面できちんとしてるっていうカードなんですね。で、今月を挟んでのこちらが、この先っていうのがエンペラーの逆なんですね。やっぱりね、このちゃんとしてる自分自身かもしれないです。それを壊していくだったり緩めていくっていう流れになりそうですよ。はい、今月を境に。今月何かあってね、思うようにならないっていうことがあったとして、それによって壊せるものがある。それはあなたが本当に壊したいと思っているもの。自分自身の枠かもしれないですね。固定観念、固定概念かもしれないです。はい。すごく人生に真剣に向き合っているという方が多いように思いました。この先、あなたがね、壊したいと思っている自分自身の底ですね。それが壊されていきますよ。望む変化を遂げていくことができる。これはおそらくご自分自身しかわからないと思います。他の人にあんまり言っていないことだと思います。ご自分の中でですね、傍から見たらそれでいいじゃないっていうふうに思われることかもしれない。だけど自分ではもっと自由になりたいし、もっと軽やかになりたいし、もっと謳歌したいっていう感じがとってもあるんじゃないかなと思うんですね。そのあなたの願いが叶えられていくと出ております。こちらが潜在意識、ご自分で意識している方の意識なんですね。で、逆にこれが潜在意識っていう形でこれは出してるんですけどもね。すごくいいんですよね。明るい未来を見てますよ。だから明るい未来が見えてくる。これがすごくいいんですよね。なんかひっくり返されている。つまり自分が思っていたのと違う結果が出ているというところで、逆に明るい方向を見ちゃうというね。そういう言い方もできるかと思います。それが出てるんですよ。で、成功の兆しとか明るい未来というキーワードのね、
カードなんですが、ものすごくここから未来に対して開いているんですね。その感覚を受け取るんだと思います。見えてくるんだと思います。あなたが本当に欲しいものが見えてくるのかも。本当にやりたいことが見えてくるのかも。準備してますからね。あなたの奥底で潜在意識が充電中です。で、そのうち受け取るんだと思います。時が来たら受け取るものがある。でもそのね、予兆を感じて未来に対してとても明るい思いを持てる。それが出ております。はい、そしてこちらが今月のあなた自身です。ペンタクルスのキング、聖地。めちゃくちゃいいですね。商売上手のカードが出てますよ。実力のカード。実力派のカードですね。これは豊かさを大きくしていくことができる力がある。実行力とかリーダーのカードでもあるんですね。なんか全然大丈夫ですね。揺るがないですね。揺るがない。だから社会的地位の高さを表したりするんですが、なんだろうな、責任があるっていう方が結構多いんじゃないかなと思います。責任がある立場におられる方、そのように伝わります。いろんな方がねご覧になってるので、本当に、具体的なことを言うのが難しいんですけど、責任がある立場だったりとか、豊かさを広げていく、紡ぎ出す、そういった立場におられるとかですね。で、とても現実的なんですね。なんかふわふわしてなくて現実的。現実に対して、真摯に向かい合って、それで対処して豊かなものを作り上げている様子っていうのが出ています。だから金運としてはとてもいいんじゃないかなと思います。このカード単体で言うと金運上昇のカードなんですね。だから現実をうまくやっていける。そういった言い方が一番いいかなと思います。現実をうまくやっていける。だからこそフールみたいな憧れが出てくるのかもしれないですけどね。自由になりたい、遊びたい、休みたい、そんなところが願望として出ています。お仕事をしていらっしゃる方はお仕事に夢中になるっていう時なのかもしれないですね。だけど周りの状況が一方ね、このカードなんですね。ソード6逆位置。周りがちょっと不安定かな。周りが不安定な感じがします。もしかしたら、ご覧の大志田さん自身が周りの人を助ける感じになるっていうのも多いかも。周りの人を助けるですね。ちょっと不安定、周りの様子が。そして周りっていうのは周囲、生活されてる半径何メートルっていうことも言えるし、それから世の中っていう言い方もしてもいいかも。すごく不安定な感じの様子が出ております。で、今月はご自分自身を信じるっていうことが結果的にいいと思います。ご自分自身を信じる。ちょっと周りは当てにならないかなというところが出ています。はい。で、順番に行きますと、こちらもう言いましたけどね、今月のあなた様の望み、遊びたい、自由になりたい、解放されたい、子供みたいに自由にやりたいというところが出てます。やっぱりちょっと責任があるのかなって思いますね、この感じだと。はい。で、それをやっていきながらも、ご自身の中の何か壊したいものっていうのを壊していくんだと思います、この流れですと。はい。それは固定観念とか固定概念とか、例え話をすると、お仕事をすごくやっていらっしゃるとして、だけどもっと遊びを取り入れたいとか、周りからはいいと思われてるんだけど、ご自身はもっと違うやり方で自分の好きなものを取り入れたいんだよなっていう思いだったりとかね、そういうところがありそう。そのためにいくつか自分の中の常識を壊していくっていうところがありそうですね。そのきっかけになるのが今月。はい。で、時が経ってそれは形になります。で、今月は思ったのと違うってなったら、そこがチャンスです。そこにヒントがあります。で、最終結果っていうところでね、この2枚出て、さっきも言ったんですが、ね、すごいですね。
チャンス到来のカードですよ。チャンス到来。ね、ワンドのエースの逆位置っていうのがなかなかいい味を出してます。これが正位置だともうイケイケゴーゴーなんですが、これが逆なのでちょっとトリッキーなんですね。さっきから言ってますが、思っていたのとちょっと違うってなったらそれがチャンスだよっていうことです。これをですね、うまく使っていただけたらなと思います。無理やりことを進めるっていうよりかは、根本的に何かを考え直すっていう方向にした方がいいかなと思われます。ね、これは芋掘りカードですね。7、ペンタクルスの7の正位置です。これが今月の対策ヒントというところに出てます。これも時間がかかってるカードなんですよね。こっちも時間がかかってから好転するっていうカードだし、このカードもね、ちょっと待って充電中ですっていうところなんですよね。時間を待つっていうのもね、そうなんですが、もう一つ別の角度から言いますと、何かやっぱりズレがあるかもっていうカードなんですね。現実的に何かの対処をしていくっていうことが今月のラッキーアクションになりそうです。思う結果にならないとしたら、やはり何かがどっかが違うっていうところなんですね。このカードが伝えてくれてることです。何でしょうかね。なんかズレがある。何かズレがある。それを直していくと爆発するんですよね。そこに気がついていく時なのかもしれないですね。例えば間違ったままずっと行っちゃって後で大強盗になっちゃったってあるじゃないですか。そうじゃなくて一歩手前で気がつかせてくれるっていうタイミングなんですね。それじゃないよ、そこじゃないよっていうことをね、天があなたに気づかせてくれる、そんなタイミングなんですね。そのズレを修正して望む未来に向かっていくっていうところ、それが出ております。その大事なことを大志田のあなたにね、気づかせてくれるチャンスがやってくる。だからそのズレを調整した時にはものすごいことになりますね、この先。はい。で、同時に今言ったようにね、何か分かりませんが、ご自分の中の多分ご自身の問題だと思います。他の人にはよくわからない問題だと思いますが、何か枠を超えたいとか壊したいとか、そういったところがあって、そこを叶えていく流れができております。ね、急がずに、調整するところを調整していく。それが結果的にこの先のすごい幸せにつながるって、それが出ております。それから、ちょいちょいライバル感じるんですよね。ライバルがいるっていう方いるんでしょうかね。ちょいちょいライバル感もあります。でも今月はね、ご自分自身の中と戦う感じもありますので、そっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。でもどっちにしろ運命の輪がね、来てますので、チャンスであることには変わりないと。そのようにお伝えをしたいと思います。はい。それでは次ですね、オラクルカードを出していきます。お仕事、活動面のメッセージ、それから愛情面のメッセージ、最後に、ラストメッセージということで3回カードを出していきます。はい、それでは、オラクルカードですね、いきましょう。2種類使っていきます。まず、お仕事、活動面。それから続いて、愛情面いきましょう。はい。それから、今月のラストメッセージは、後で引きたいと思います。2枚ですね。はい。では、開けていきましょう。お仕事、活動面。はい。Watch your words。なるほど。
オウムのカードが出てます。パロットスピリット。愛情面。はい。こんなカードが出ております。Nothing is worth it。いいですね。いい。なるほど。それでは読んでいきましょう。まずお仕事活動面ですが、カードのご紹介をちょっとしてませんでした。はい。で、今回使っていくカード、この2枚がスピリットアニマルオラクルカードです。そして最後に引く予定なのがデイリークリスタルオラクルカード。これはおなじみなカードです。こちらになります。ご興味あったら、URL を概要欄に置いとくのでご覧になってみてください。ちなみに先ほどのタロットカードは前回と引き続きですね、ユニバーサルウェイトタロットデッキ。とても使いやすくていいカードです。はい、それでは行きましょう。お仕事ですね。Watch your word。言葉に気をつけましょうです。はい。なんかわかるような気がしますね。先ほどタロットカードのリーディングで影響力はやっぱりね、あると思うんですよ。お仕事面で。その感じが出ていました。っていうのは、これですね。ご自身のところに、本当にこれお仕事カードって感じですが、ペンタクルスのキング、聖一が出ていました。ものすごく力があり、影響力があり、実行力があります。リーダー的存在だったり、仕事がこうね、できる、実務ができる感じのカードなんですね。なんで影響力を持っていらっしゃる方が多いと思います。だからこそ言葉にちょっと気をつけましょうと伝えてくれてます。気をつけるというのは悪い意味だけじゃなくて、いい意味でもそうですね。言葉で人を動かせたりしそうです。はい。言葉ってすごいですよね。その言い方、言い回し、言い口で人がこう動いたりするので、それを伝えてくれてます。あと一方、ご注意点というか、それを伝えると、誤解されるのも言葉なんですよね。誤解されるのも言葉なんですよ。だから、喋る言葉、対面で喋っていたら誤解しないようなことも、例えば SNS とかね、本当に文字で書いてあるのを見ると、その受け取り方って結構本当に様々になっちゃうんですよね。曲解する人もいるし、なのでお仕事面では、そうですね、そういった意味であんまりデメリットを受けたくないので、言葉でどっちかというと対面より文字でやり取りをするときにお気をつけをということで言われてます。はい、いろんな解釈をする人がいるんですよね。そう、YouTube もそうですけどね。文字っていうのはなかなか難しいものであります。それを伝えてくれてます。いろんな形で人は受け取るので、あなたの言葉っていうのが良くも悪くも影響力をものすごく持つので、それをうまく使うっていうことと、あとちょっと気をつけるっていうことで、お仕事ものすごく広がっていくんだと思います。あなたの力になってくれる言葉が。はい、なんか面白い展開が待っていそうですよ。言葉の力で。はい、ではね、次行きましょう。愛情面。はい、これ前の星座さん、おひつじ座さんでも出たんですよね。はい、このキーワードがねすごくて、私はとっても好きなんですが、Nothing is worth it。無駄なものなど何もないっていうところがこの意味でございます。で愛情面なので、このカードの意味と、直感で受け取ることで言うと、今回タイプじゃない人とか見た目全然タイプじゃない人っていうのがキーパーソンです。すごいイケメン好きなのに、なんかそうでもないなっていう人を好きになったりとか、その人が本命だったりとか、すっごいそういう感じが受け取られることになりますね。はい。それから愛情面なので、様々なパターンでご覧をくださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、そしてご家族愛で見てくださっている人もいると思います。で、無駄なことっていうのを大事になさってください。無駄と思えるようなことを大事になさってください。
そのように伝えてくれてます。そうなんですよね。想定外というか、なんだか違うところに宝物があるんですよ、今回。先ほどのタロットカードのリーディングでも、思ったこととあれ違うっていうところがチャンスだし、この愛情面もね、ちょっと違う場所にあるんですよ。あなたが探している宝物が。なんでしょうね。なんかとても面白い展開になりそう。意外なところからこう愛情が生まれたりね。だから無駄なものって何もないっていうものすごく大きなことを言ってくれているんですが、それを愛情面のメッセージとして受け取っていただけたらなと思います。思ってるところと違うところにありそう、それは。それからご家族愛とか当てはまると思うんですが、こう何気ないこと、無駄と思えることが結構宝物だったりするんですよね。そこを感じられる方が多いと思います。それを伝えてくれてます。そこ大事だよって。何でもないことが大事だよって。はい、このようにお伝えします。でこっちも見ましょうかね。お仕事、愛情、共通のこれボトムですね。はい。恋フィッシュスピリット。なるほど。There is always enough. すべて与えられてる。供給されてるって書いてありますね。なかなかスピリチュアルなメッセージです。ゴールドの金。やっぱり金運良さそうですよ、これ。金運。これも金貨の国の王様です。金運上昇の象徴カードです。これもなんと金色の恋ですよ。金運良さそう。それから必要なものはいつも周りに溢れてる、十分足りてるということをね、伝えてくれてます。何か受け取ってくださったらいいなと思います。もしかしたら、豊かさ、恵まれていること、そこに気がついてない、恵まれすぎていて実は気がついてないって割とあるんですよね。そういったのもありそうだな。今回恵まれてることに気づいてって伝えてくれてます。あなたの周りに十分に溢れている、必要なものが全て溢れているとカードが伝えてくれてます。そういった思いを持つことが金運上昇につながるんですよね。実はないって思うんじゃなくて、あるっていう方向に目を向けると途端に豊かさが流れ込んでくるっていうね、そういうことがあるんですよ。それを伝えてくれてるのかなと思いました。はい、豊かさ、恵まれている、そんなところでしょうか。では最後ですね。本当に最後です。今月10月大志座さんです。ラストメッセージ、このカードにいただきたいと思います。これですね。はい、パワーストーンのカードです。では開けていきましょう。オープン。はい、ロードクロサイト。Remember your worth。なるほど。自分の価値を思い出すって。深い言葉が来ました。自分自身の価値を思い出そうと伝えてくれてます。自己愛、自分の価値ということ書いてますけど、過去のトラウマとかですね、心の傷、それを癒すという効果があると言われている石なんですよね。ピンクは自己愛の色でありますから、結構自分のこと、自分に厳しい方も多いのかもしれないですね。これ自分の価値を認めるっていうキーワードです。それをそのまま今回お伝えしたいと思います。これは自由に受け取っていただけたらなと思います。はい、思ってるよりあなたはすごく価値がある、自分が思ってるよりずっと価値があるっていうことを伝えてくれているカードなんですね。それから言ったように過去の傷を癒すとか、そういったカードが今このタイミングに来ております。何か受け取っていただけたら嬉しいなと思います。
もしかしたらちょっとね、恵まれてることに気がついてないっていう感じが伝わるんですよね。全体のカードから言って。なんでそのことと合わせてかもしれません。ご自分自身の価値を認めましょう。あなたは価値がある人ですと、そのようにお伝えをしたいと思います。それからね、妥協しないってことですね。これもそれぞれ受け取ってほしいんですが、なんか妥協しないでっていうことも伝えてくれてます。そうですね。はい、このように出ておりました。以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、また違ったメッセージが受け取れることがございますので、よかったらご覧になってみてください。それからコメント欄に今月のアファーメーションをぜひ書いておいてください。アファメーションっていうのは自分自身にポジティブな暗示をかけるってことですね。よかったら使ってください。あなた様の望みが実現しますように。ではでは。